レギュラー満タン、遠征すると見せかけて普通の給油です。群馬県板倉町にある群馬の水郷公園に来ました。最後に来たのは2017年8月23日なので約7年ぶり。まだ薄暗い中、荷物を背負って今日竿を出す釣り座に移動。何人か準備をしている方もいたので挨拶をしながら向かいます。いやー、手が冷たい。寒いよね。寒いですね。ここは、ここの次に、ここに段があるんですが、これがちょっと先に行くとガコンとなくなってるんですよ。なので幅20センチくらいの段に乗せないとダメですね。ちょっと怖いですが、後ろにぴったりくっつけて準備しましょう。よし、釣り台完成。座りましょう。竿は400じゃない510の準粒子管、長さは17尺。ちょっと古いので握りが汚いのをお許しください。よいしょ。どれにしようかな。やっぱりこれかな。ボディ長さ10センチ、太さは 8.5 ミリだったかな。パイプトップです。よいしょ。群馬水郷の美味しい水を確保。餌は芋、綿、しんべら底、パラパラ25、75。水は100のブレンドでいきましょう。ちょっと固めになります。6時52分間満1投目、19.5 の底釣り。とりあえず両グルから、はい。ポクトタオル吸水。ゴミは必ず持ち帰りましょう。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。よいしょ。吸水している間、群馬県産梅のおにぎりでも群馬県産梅のおにぎりでも食いましょう。群馬クオリティ。梅干し好きなんです。いただきます。パリッとしてて美味しいです。じゃあ1投目よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。すげえペロペロペロンってと思った。右行っちゃった。準粒子管、竿が柔らかく17尺あるので定まりません。狙いが定まりません。昨日の森はさ、これ1投目からなんか触った。1投目から浮きが動いてしまったので、これは楽勝ですか。利根川が開始して10分もしないうちに相田さんの竿が曲がりました。こちらは残念ながらスレだったようです。このタイミングで私の浮きもなんだか左に引っ張られていたんですが、流されているというよりは小魚にいたずらをされてるような、そんな感じの動きです。気持ち悪いので合わせてみますか。やっぱり空振り。そこからさらに10分後、浮きの少し奥で魚がもじります。沖でもじった。リプレイで見てみましょう。そして拡大で見てみましょう。最後はスローモーション。船ですね。船ですよね。
水深は2本くらい、ハリスも込みで 2.5 メートルもいかないくらいはあると思いますが、あの感じならそこに魚がいてもおかしくないはず。入ったじゃん、入ったじゃんよね、入ったじゃんよ今の。竿の長さと背景がちょうど悪い組み合わせで浮きがほとんど見えません。うわ、浮きがずるりんしました。いまいち力強い当たりが出ませんけど、これはいいかなと思ったのに。そこから1時間団子餌も打ちましたが、魚っ気はあるのに釣れません。竿17尺の準流進管から15尺 4.5 メートルの月光やわらに変えます。思ったよりも風が強くなってきて、40年くらい前の15尺より先の柔らかめな竿はきつい。午後は爆風の予報なので、午前中のうちに釣ってしまいたい。隣で竿を出しているヒカルくんという YouTube をやっている方たちと記念撮影をしたりして、9時半ようやく初ヒットです。食ってる。モロコが食ってる。初フィッシュはモロコ。あれ離れた。ありがとう。群馬の水郷、ファーストヒットはまさかの小魚。あれこれやりすぎて迷走している感じはあります。正直昔のイメージでめちゃくちゃ釣れると思っていました。2018年に来た時は夏だったので、イメージが違ってて当然っちゃ当然ですよね。この頃は本当に金がなくて、借りたスノコに道具はこれだけでした。この時は顔を出していなかったので、ラバーネットを目印に声をかけてくれる人が時々いました。今でも見てくれてるといいな。そんな思い出に浸りながら、今度こそヒット。なりそうですね。やった食ってる。私は確かにここで確認したんですよ。いくら沖に魚がいたとはいえ、口にかかっていると確認したんですよ。でもこの後上がり方、魚の上がってくる感じも変になるし、実際食ってなかったんですよ。さっき食ってたじゃん。目ん玉ですよ。ピースまでして目ん玉ですよ。さっき食ってたのに。もう残念ながら俺だったんすよ。私は食ってると思ったんですが、いや針も口にかかってるのを見た気がするんですが、目ん玉でした。残念。ごめんよ。今から20秒浮きの映像をご覧いただきますが、皆さんは当たりわかりますか？利根川は現地でわかりませんでした。これだけズームが効いている浮きの映像を見ても正直わかりません。何度も見直して竿を上げる瞬間に浮きが入ったかもってくらいです。なんか親戚当たってないのに、当たってないからこれ多分擦れてるんですよ。いやでも知ってるんですよ、こういうの食ってるんですよ。いやさっきも針こうやってかかってたんですよ。すいません、そっち持ってっちゃって。やっと食ってましたけど当たり取ってないんです。9時47分、当たりはないが食ってました。悔しい。
7寸。ありがとう。太陽の角度に合わせてカメラアングルを変更。10時を回ってまだこれだという当たりを合わせられていないので、なんだかもどかしい気分です。この一頭は浮きに違和感を感じて合わせました。ああ、そうか、仕事が終わって来れるのか。はいはいはい。これミニかな。確かに浮きがぬぬーんって入ってたんで綺麗なやつかもしれないです。あ、上顎にしんべちゃんかな。ぬめーって入ってる、あれで食ってんだ。超ちっちゃい可愛い子ちゃんが食ってます。あ、でも6寸ぐらいありそうだ。18.5 ですよ。18.5 センチ。ミニマム。なんとなく違和感を合わせたので、これは自信を持って合わせた一匹になるのかな。食ってた。激しい逆光と爆風です。もうカッタルイニョでドボンにしちゃいます。 0.85 3.0g の重りをつけます。正直餌がじりじり流れていくので浮きカメラで追えません。あまりズームしても雰囲気が出ないし、かといって見えないほど小さくても動画が楽しめません。一応いい塩梅でやっているつもりです。スコーン入った。しつこいくらいカメラアングルの調節をして今日ようやくこれだという当たりが見られました。最初風が吹き始めた時は風で右から左への流れがついていましたが、ドボンをやめた今左から右へ流れが反転していました。全く関係ありませんが、最近作業小屋とか物置を DIY で作る動画ばっかり見ていて、まあ作りたくなっちゃってるんですけど、いざ作り始めたら完成まで持っていくのは辛そうだし、どうせなら動画も撮りたいとか思ってしまうので、死ぬまでにやりたいことリストの中にでも入れておきます。やっと当たりを取れた気がします。これで食ってなかったらもう引退ですね。どうしよう、食ってなかったらこっちか。まあそうですね、名前変えてハイライトですよ。やっと食ってましたよ。良さそうですよそんなに張ってないですけどあるとも言えない。ちょうど31センチ。31ですね。指を見せてくれたこの子に感謝してありがとうございました。正直カラツンだったり仕掛けを回収するときに、そこからちょっとだけ上の層50センチとかそんなもんだと思うんですけど、そのあたりで魚体に触れる感触があります。周りでやっている常連っぽい方の釣り方を見させてもらうと、底釣りというよりは中でやっているくらいなので、その方がいいのかもしれませんが、底釣りが好きなんですよ。これだけ風が吹いていたら撮影的にも厳しいですけどね。で、なんか引っかかるときがあってさまよってるんでしょうね、ふわふわ。あげたー、食えよ食えよ。
揚げ太郎ですよ。遠慮せず食えよ。食い上げじゃん。食い上げじゃん。食い上げじゃん。6目出ましたもんね。あ、もうなんかこれでとりあえずなんか1本は OK だなぐらいにはなりましたけど、あと3本釣ります。3本じゃダメだ、鯉になっちゃう。まあ鯉来るのもやぶさかではないですよ。最近鯉でも釣ってないんですよね。西谷で釣りましたけど。食ってました。さすが水郷ですよ、ほんと。食ってましたよ。楽しいな。ありがとう。ああ、綺麗だ。ありがとう、ありがとう。さて、もう時刻は午後3時半。これが本日のラストヒット。ここで皆さんに問題です。この後何が釣れると思いますか？予想してみてください。上がってきた。あ、なんかがこれ引っかかってる。空き缶。伝説の空き缶じゃないですかこれ。空き缶じゃないですかこれ。空き缶だ。もうこれ家帰ってこれ磨いたらいいんですよ。この子は持ち帰ります。 UCC ブレンデッドコーヒー微糖。いや、いつの時代のでしょうか。状況的にあまり良くはなかったと思いますが、みんな釣れてハッピーだったということで、釣り台を片付けたらアイダマンと一緒に近くにある釣り具屋さん、立野釣り具へ。店内は釣り具屋にしては珍しくスペースに余裕のある作り。大輔、本田作、それ以外もいろいろと浮きが並んでいて、今となってはちょっとレアな丸球フラットバイザーやお膳、利根川は到底買えない超高級品も並んでいました。割と珍しいのが釣り道具の預かり販売、いわゆる中古の委託販売ですよね。他にも野釣りガイドなんてものもあったので、興味のある方はお店を覗いてみてください。 SBFJ のステッカーも何枚か預けてあるので、よろしければ1枚持って行ってくれると嬉しいです。帰りは板倉にある一休というお店でカレーラーメン、もつ煮、チャーシュー丼、腹いっぱい満たされました。このお店に通う羽鳥さん、ごちそうさまでした。最後になりますが、何本か前の動画で利根川が釣りをしていた茨城県土浦市の沢部池、ここは釣り禁止ではありません。利根川も土浦市役所に確認しましたが、所有者の市も管理者の沢部地区もどちらも釣り禁止にはしていないとのことでした。内容的にプロレスにもなりませんし、そういう嘘とか人間性というのは長いスパンで見ればいずれバレますからね。少なくとも私は嘘をついて他人を蹴落とすことに時間を費やすよりも、自分のやりたいことや楽しむことに時間をかけたいです。利根川の動画を見てくれている人には、動画を見終わって楽しい気持ちだけを持ち帰ってほしい。これからも安心して SBFJ の動画をご視聴ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。